皆さんおはこんばんにちは。パラカルタのおさちです。今日は暑い季節にぴったりの冷たいクリームパンを食べ比べしていきたいと思います。ご用意したのはまず清水屋のクリームパン。こちらは岡山県のパン屋さんで基本オンライン通販、たまにドン・キホーテやニューデイズでも見かける商品です。今回はネット注文でカスタード、チョコ、抹茶、いちごの4種類のセットを購入しました。そしてもう一つが八天堂のクリームパン。こちらはご存知の方も多い広島県のパン屋さんで、日本だけでなく海外進出もしている人気のお店です。こちらもネット注文でカスタード、チョコ、抹茶、小倉、生クリームの5種類のセットを購入しました。今回はカスタード、チョコ、抹茶がかぶっていたので、それぞれを食べ比べして残りの3種類はいつも通り食レポしていきたいと思います。それでは早速いただいていきましょう。じゃあまずはカスタード。卵と牛乳が生んだ奇跡。美味しそう。清水屋のクリームパン初めて食べるんですよね。でも大きさは一回り清水屋の方が大きいかな。焼き色は八天堂の方がこんがりしてますね。それでは断面をご覧ください。はい、カットしてきました。八天堂の方がカスタードクリームが黄色っぽい感じで、清水屋の方はちょっと白っぽい感じですね。どちらもバニラビーンズは入っていませんね。じゃあまずは八天堂から。カスタードが濃厚、卵が濃い感じですね。パンもきめ細かくて、このとろっとしたクリームとね、一緒に口の中でほどけていく感じですね。じゃあ次は清水堂。クリームがすっごい柔らかい、とろっとろですね。八天堂のカスタードと比べるとこう生クリームが多い感じですごくクリーミーな感じがします。パン生地はね、確かに清水堂の方がちょっと粗めでパサッとはしてるんですけど、クリームが結構たっぷり詰まった部分は八天堂と同じようにとろけますね。でも焼き色が八天堂より薄かったじゃないですか。なんかちょっと白パンっぽい感じで、普通のパン生地よりは柔らかくできてるような感じです。じゃあ次はチョコレート。チョコレートはビターが好きだな。なんかチョコレートの濃さっていうか、色は清水屋の方が濃いような感じがしますね。じゃあまずは八天堂から。こう後味あっさりのチョコレートクリームですね。なんかほとんどカスタードクリームベースって感じで、カスタード8割、チョコレート2割って感じですね。もうちょっとチョコレートの風味が強くても私は好きかな。次は清水屋。ちょっと私の切り方がね、良くなかったですね。こっちの方がチョコレートがしっかりしてる。チョコレートのショートケーキのチョコレートクリームが中に詰まってるって感じ。最初に食べた清水屋のカスタードクリームも結構その卵の風味強いっていうかは、生クリームがたっぷりって感じでしたからね。甘さは八天堂より清水屋の方が甘いかな。スイートチョコレートが多く入ってる分甘いっていう、そういう感覚です。でも今2種類食べて思ったんですけど、パンの大きさは若干清水屋の方が大きかったけど、クリームの量的には両方同じぐらいな感じです。じゃあ次は抹茶。夏といえば抹茶。抹茶ちょっと分かりにくいですよね。色はなんかいい勝負ですよね。問題は味でございます。じゃあまずは八天堂から。これも抹茶2割、カスタード8割って感じですね。やっぱりこれもさっきと一緒で濃厚なカスタードクリームがベースなんで、いい意味でも悪い意味でも抹茶のこうキリッとした苦味とか、そういうのが全部こうマイルドになってる感じですね。個人的にはもう少し抹茶感は欲しいところであります。じゃあ次は清水屋。こっちの方が抹茶のいい香りがわかる。抹茶のこの
キリッとした感じとか苦味とかはこうマイルドなクリームに包まれてわからないんですけど、抹茶のこう若葉の感じっていうか、爽やかなちょっと清涼感がある感じはこっちの方が感じられます。クリームは清水屋の方が好きかな。じゃあ最後は清水屋のいちご、八天堂の生クリーム、あと小倉ですね。これをかぶってないのでそのままいただきましょう。はい、断面です。生クリームはやっぱり最初のカスタードに比べたら色がちょっと白っぽい感じですね。小倉は粒あんが結構ぎっしり詰まってます。いちごはね、よーく見るとなんかピンクの粒々が入ってるんですよね。美味しそう。じゃあまずは八天堂の小倉から。私粒あん派なんでね、このクリーム最高ですね。私これ一番好きかもしれない。なんか今まで食べてきた八天堂のクリームパンは結構その濃厚なカスタードに風味がちょっと消されちゃってふわーんとした味だったんですけど、小倉はね結構しっかり小豆の風味とかがして美味しいです。クリームもねちょっと固めで、カスタードクリームだけじゃ出せないあんこのちょっとねっとりした感じもあります。次は八天堂の生クリームですね。卵の強い順に並べると八天堂のカスタード、八天堂の生クリーム、清水屋のカスタードっていう感じです。ちょうど中間地点ですね。じゃあ最後は清水屋のいちご。すごいなんかミルキーな感じ。なんか想像以上にイチゴの香りが強くてびっくりしました。なんかそれに負けないぐらいこうまろやかでミルキーな感じがします。クリーム自体はねちょっと甘めなんですけど、普通のカスタードクリームよりちょっとヨーグルトクリーム的な感じでね、さっぱり食べれてなんか夏にもいい感じですね。ごちそうさまでした。今回八天堂と清水屋のクリームパンを食べ比べて思ったのが、八天堂はねやっぱりそのパンとクリームの一体感がすごい良かったですね。ちょっとパンが小ぶりなんですけど、その分クリームがたっぷり詰まってるからパンの隅々までねクリームのしっとりさが行き渡ってて、もうどこを食べてもね口の中に入れるととろける感じがしました。清水屋はね結構クリームが私好みのやつが多かったですね。カスタードクリームに関しては八天堂の方が好きだったんですけど、それ以外はね結構好きでした。清水屋の方が。今回2種類とも楽天で注文してネット注文したんですけど、届いた時は冷凍で届いて冷蔵庫で一晩解凍して今食べてるんですけど、八天堂はねお店で普通に買って食べたこともあるんですけど、もうそれとねほぼ同じ感じでしたね。なんかその冷凍してあるっていうのがわからないぐらいちゃんと美味しかったです。カスタードクリーム生ものなんでね、普通に買うと賞味期限多分1日2日ぐらいで終わっちゃうんですけど、冷凍してあるものだとだいたい1ヶ月半から2ヶ月ぐらい賞味期限持つみたいなんで、たくさん買って好きな時に解凍して食べてもいいですよね。今回は全部解凍して食べたんですけど、なんか冷凍したやつを食べても美味しいみたいです。考えただけで美味しそうですよね購入したリンク先も概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この暑い夏に冷たいクリームパンが食べたくなった方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。パラカルタのうさちーでした。バイバーイ。